ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の動画は前回に引き続き JU87 シトゥーカー D 型と D 型をベースにして 37mm 機関砲を搭載した G 型の搭乗員として IL-2 シュトルモビックバトルオブスターリングラードというゲームを使ってコックピットの計器の説明から爆撃方法、主翼に取り付けた 20mm 機関砲や 37mm 機関砲を使っての対地攻撃の方法を説明したいと思います。はじめにコックピットを見ていきたいと思います。ねえモッキー、コックピットのスイッチが押せないんだけど。そうなんだよね。IL-2 シュトルモビッククリフス・オブ・ドーバーやデザード・ウィングス、他のゲームでは DCS ワールドでコックピットの計器のスイッチをマウスカーソルを当ててクリックすることによってスイッチを操作できるところもあったんだけど、このゲームではマウスは視点の移動に割り当ててあって、どうも計器のスイッチの操作をすることができないようなんだね。そのためキーボード操作が非常に重要になるので、キーの割り当てについてもその都度説明するね。それではキーマッピングについて少し触れたいと思います。キーマッピングはまずエスケープキーを押してセッティングを選択します。次にキーマッピングを選択します。このように使うキーが表示されます。モッキー、一つ聞いていい？ブレインエンジンコントロールにあるオイルラジエーターシャッターズのコントロールアクシスに設定してある右 Windows キーがないんだけど。今使ってるキーボードではないよね。プロペラのハイピッチに設定してある右シフトとイコールってどうやって打つの？日本語キーボードではイコールはシフトを押しながらマイナスキーを押すから、シフトとイコールの同時押しはできないようだね。このように US キーボードと日本語キーボードではキーの配置が異なります。先ほどのように押せないキーや存在しないキーなどがあるので、そこは自分の環境に合った設定をする必要があります。それでは最初にエンジン始動の手順を行います。エンジン始動はキーボードの E キーを押すだけで、あとは勝手にエンジン始動手順を進めてくれます。これは便利だね。便利は便利なんだけど、自分で操作できないのは少し寂しい気もするね。タキシングとテイクオフは以前お届けした B 型の飛ばし方を徹底解説で説明した通りなので割愛しますが、キーに関してだけお伝えします。ビリンのロックは左シフトと G キー、オイルラジエーターシャッター制御はモッキーは右オルトとマイナスとキャレットに設定しています。水ラジエーターシャッター制御は右コントロールのマイナスとキャレットに設定しています。このようにエンジンが自動的にかかりました。いよいよ実践です。後部銃座について見ていきたいと思います。後部銃主席に乗り移るのはキーボード左コントロール C を押します。T を押すとタレット制御モードになります。このモードは視野が広いので索敵には向いていますが、敵に照準を合わせるには広すぎます。左シフト T を押すと照準モードになります。ここで中央の照準器に敵を合わせて射撃を行います。ちなみに照準を合わせるのはマウスで動かします。そして機銃の発射は左マウスボタンです。機銃弾を撃ち尽くしたら左オルト R でタレットガンのリロードを行います。機銃弾にも限りがあるのであまり無駄撃ちはやめましょう。D 型の後部機銃は MG81Z7.92mm 連装機銃で小型軽量の上、発射速度が向上し B 型に搭載した機銃に比べ大幅に威力が増加しました。それでは戦闘に入る前に機構に関して必要と思われる機能について説明します。まず最初にジェリコのラッパと呼ばれる威嚇用サイレンです。独ソ戦が始まり日常的に使っていると敵も慣れてしまい効果が薄れ、D3 以降は装備しなくなってしまいましたが、このゲームの D 型にも設定をすると装備ができます。アタックサイレンのオンオフは左オルト S です。ダイブブレーキオンオフは左オルト B です。フ
ラップダウンは F、フラップアップは左シフトと F です。高度 1500m 以上の場合はスーパーチャージャーを引いて設定します。キーボードは左シフトと S です。モッキー、左シフトと S キーを押してもスーパーチャージャーが設定しないのってどういうこと？それはね、難易度の設定画面、リアリズムカスタムを押して、リアリズム画面のエンジンオートコントロールにチェックが入っていれば、それを外せば操作できます。ラジエーターアシストとともに外すと、ちょっとのことでエンジンが故障します。故障の原因は 2600rpm のフルパワーを1分以上使ったり、スロットルの急激な操作により故障の原因になります。まあ、ゲームに集中したいのなら、エンジンオートコントロールとラジエーターアシストはチェックを入れておいた方がいいかもしれないですね。爆弾管理パネルに関して説明します。搭載爆弾の種類によってこの位置が切り替わります。このスイッチは特に押せないので参考まで聞いてもらえればいいです。上が大型爆弾、250キロ爆弾以上を指します。爆弾は3箇所、胴体下と両翼です。下は小型爆弾、両翼に50キロ爆弾4つを検証すると選択できます。投下する爆弾の切り替えは、左 Windows キーと B キーで切り替えます。急降下爆撃の際、下方確認のため、フロアウィンドウの開閉ができます。開閉は N キーで行います。爆撃コード系で目標コードの針を増加させるのが右シフトと K、減少させるのが右コントロールと K です。急降下爆撃方法に関して JU87 シュトゥーカー B 型の飛ばし方を徹底解説を見てもらえればと思いますが、簡単に内容を説明します。まず目標に対して直進せず、右に30度から40度ほどずれて接近し、その左翼側に目標を捉えながら進みます。目標に接近したら高度 1500m 以上ならスーパーチャージャーを戻してオートモードにしてスロットルを絞ります。ダイブブレーキを展開して必要なら攻撃用サイレン、ジェリコのラッパを作動させます。左に操縦桿を倒し横転後、左のフットペダルを踏み込み、降下方向に機首を向けて突っ込みます。IL2 クリフス・オブ・ドーバーの B 型は自動回復システムがあり、設定コードに達したら自動で爆弾を切り離し、機体を引き起こしたのですが、D 型で自動回復システムがなくなったのか、それともこのバトル・オブ・スターリングラードで実装されていないかは不明ですが、自動回復システムは作動しません。そのため先ほど設定したコードに達してブザーが鳴るので、自分で爆弾投下スイッチを押し、機体を引き起こします。各種爆弾を搭載できますが、どうしても投下したいのがこの SC1800 サタン 1.8 トン爆弾です。でっかい爆弾だね。この重量だと通常は水平爆撃ですが、ちょっと急降下で試してみたいと思います。機体が分解せず無事に投下できました。それにしてもゲームとはいえ爆発の規模が大きいよね。次の特殊兵装は WB81B 対地走者用の 7.92mm 機銃のガンポットです。ガンポット1つに MG81Z7.92mm 連装機銃を3機収納していることにより、つまり6丁の 7.92mm 機銃が入っていて、1丁あたり250発の弾丸が装填されているので、6丁で1500発。しかも両翼に搭載しているので、7.92mm 機銃12丁、弾丸3000発になります。それと同時に翼内に MG81 7.92mm 機銃2丁、弾丸2000発があるので、この機体だけで 7.92mm 機銃14丁、弾丸5000発を装射することができます。
対地走射用ガンポットは対空兵装にもなります。重いガンポットを装備して敵戦闘機とのドッグファイトはとても無理ですが、爆撃機や輸送機相手ならなんとか戦えます。今回は C47A 総発輸送機相手に戦ってみました。特殊兵装最後の紹介はお待ちかね、2門の 37mm 機関砲を搭載した対戦車駆逐機カノーネンフォーゲルこと G 型の説明をします。これでバシバシ敵戦車を撃破できるよね。そうは簡単にはいかないんだけどね。頑張ってお伝えするね。砲弾は2種類あって、上の青い方は AP タングステン鉄鋼弾、下のオレンジ色は HE 榴弾です。携行弾数は各砲12発、計24発になります。それじゃあ最大24回撃てるんだね。そうもいかないんだよね。調べたら 37mm 砲の反動が大きくて、1門ずつ撃つと撃った機関砲の方向に機種がずれてしまい、照準が合わなくなるので、一度に2門同時発射で12回しか撃てません。このように実際の 37mm 砲の射撃映像を見ても必ず2発ずつ同時発射しているのがわかります。それではため息混じりの対戦車攻撃を行っていきたいと思います。なぜそんなに大きなため息なの？だってみーくん、本にはどんな重戦車だって一撃で撃破可能って書いてあるんだけど、この敵カーベイ1重戦車を攻撃した時の映像だけど、カーベイ1の後部エンジンルームに何発も当ててもびくともせず走り回っている。何度攻撃しても全く撃破できないんだよね。モッキーの攻撃、砲弾の入射角度が浅いんじゃないの？お、ミー君にしては珍しく的を得た答えだね。いろいろな文献を参考にしてみたんですけど、BK3.7 の貫通力は距離 200m で 50mm くらいの貫通力があるようです。そうするとカーウェイ1の車体後部の走行の厚さが 32mm、入射角度が30度だと 64mm もあるので、とても走行を撃ち抜くことができないことがわかります。T34 や M4 といった中戦車も同様に浅い角度からの攻撃だとなかなか走行を撃ち抜くことができませんでした。じゃあ垂直の90度か最低でも60度の角度から撃てば簡単に撃ち抜けるんだよね。そんなに簡単に言ってくれるんだよね。ソ連戦車500両以上を撃破したルーデルが操縦が恐ろしく難しい機体って言ってるんだから、素人のモッキーじゃ無理だよ。まず簡単なところから始めていきます。 T60 軽戦車、走行は 7mm と貧弱なので簡単に撃ち抜けます。ただし的が小さいのでうまく当たればの話ですが、次は BT7 快速戦車。こちらも車体後部の走行が 10mm なのでそれほど難しくありません。こいつはノマンハンで我が行軍を痛い目に遭わせた憎き敵。この裏に晴らさずおくものか。あんた今ドイツ軍でしょ。中戦車の攻撃の前に垂直急降下をしながらの射撃がいかに難しいかを実演します。この飛行機の操縦が難しい要因の一つに 37mm 砲を搭載する際に撤去したダイブブレーキがあります。機体の降下速度を抑えるのにフラップで代用していますが、ダイブブレーキと違ってフラップだと機体を上に引っ張り上げる力が強くなって降下角度が浅くなりますので、操縦桿を必死に抑えます。高度 2000m、速度 200km で横転急降下。降下前にフラップを展開します。降下角度約85度。高度 700m で射撃を開始します。敵に照準を合わせるのも困難な状況です。
高度 400m、速度 500km で引き起こしを行います。高度 70m まで降下し、ギリギリ引き起こしはできましたが、全く当たる気がしません。では、T34 抽選車で試してみたいと思います。垂直降下で 700m の距離で正確に車体後部のエンジンルームを狙撃するのは無理と判断しましたので、やや降下角度を緩やかにして試してみます。速度 200km、高度 900m でフラップを展開しながら降下を開始します。降下角度は60度で、高度 350m で射撃を開始。高度 150m、速度 400km で引き起こしを行いました。射撃は4正射、8発の砲弾を撃ち込んでいます。次はシャーマン抽選車。こいつのせいで皇軍の戦車兵がどんだけ悔し涙を流したことか。だからあんたドイツ兵でしょ。制空権を奪われている西部戦線で JU87 の中間攻撃はありえないんだけどやってみます。速度 150km、高度 1050m でフラップを展開しつつ降下を開始します。降下角度45度、高度 300m、速度 320km で射撃を開始。高度 150m、速度 350km で引き起こしを行います。こちらも射撃は4正射、8発の砲弾を撃ち込みます。最後はラスボス、カーベイ1重戦車です。速度 170km、高度 1200m でフラップを展開して降下。降下角度は50度、高度 450m、速度 380km で射撃開始。高度 100m、速度 400km で引き起こしを行います。急停車、18発の砲弾を撃ち込み、やっと撃破しました。本当はエンジンルームの大爆発を期待していたんですが、煙がほんのり出て静かに停止しました。おまけ編ですが、37mm 砲で敵爆撃機を砲撃してみます。37mm 砲弾の弾道直進性が低いので、湾曲弾道を描きます。そのため、敵との距離がある場合は、照準を上向きにするか、ある程度接近してから射撃をしないとなかなか命中はしません。今回の JU87 シトゥーカー D 型と G 型のパイロットになろう編はいかがでしたでしょうか。順次コンテンツを増やしていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。みーくんが可愛いと思ったら高評価ボタンを押してね。じゃあ次回も頑張って作っていきますので、みんな見てねー。